朝の光が静かに差し込むリビング。定年を迎えてから2年が経ちました。毎日が日曜日、そんな穏やかな日々はずでした。お茶を入れる妻の後ろ姿、いつも通り何も変わらないはずなのに、なぜか少しだけ部屋が広く感じられます。テーブルの上には最近増えた茶色い瓶、毎朝のルーティン、それが少しずつ変わり始めていました。カチカチと響く音、現役の頃には気づかなかった小さな音が耳に残ります。今日もいい天気ね。妻の声がいつもより遠く聞こえました。最近どうも体が重いのです。朝起き上がるとき腰が重い、階段を上るだけで息が少し切れる、気のせいだと思おうとしました。年齢のせいだと言い聞かせました。でも心のどこかで冷たい風が吹いているような、そんな感覚。テレビの CM で流れる健康の文字、血管が若返る奇跡の成分、その言葉が妙に頭から離れなくなりました。気づけばインターネットで検索を繰り返す日々。これなら効くかも。一平1万円もする高級なサプリメント。気づけば引き出しの中に並んでいました。妻は何も言いません。ただじっとその瓶を見つめていました。その視線が少しだけ痛かったのです。ある夜のことです。トイレに立った時、台所で妻が小さな声で電話をしていました。相手は町の病院で働く息子の健太。お父さん、最近ね、高いサプリばかり頼っているのよ。妻の声が少し震えていました。体が心配なのかもね。でも食事もあまり進まなくて胸が締め付けられました。子供に心配をかけたくない。それが親のプライドでした。でも自分の体が思い通りにならない。その恐怖が私を支配していました。夜の暗闇の中で自分の手を見つめる。シワが増えた手。この手で家族を支えてきたのに、今は自分の体を支えることさえ不安になっている。静かに流れた涙が枕を濡らしました。妻に気づかれないようそっと息を殺して泣いていました。週末、突然の訪問者、息子の健太が帰ってきたのです。忙しいはずの医者がなぜここに。健太はリビングに入るとすぐにテーブルの上を見ました。並んだ高級な瓶。健太は何も言わずにその瓶を手に取り、成分表をじっと見つめました。そして深くため息をついたのです。お父さん、これ全部もう捨てていいよ。低い、でも優しい声でした。私は言葉を失いました。高ければいい、そういうわけじゃないんだ。健太はカバンの中から小さなパックを取り出しました。それはどこにでもある100円の納豆でした。医者が毎日食べるのはこっちだよ。部屋の中が静まり返りました。健太は台所へ向かいました。妻と一緒に朝食の準備を始めます。トントンと心地よい音が響く。健太が納豆のパックを開けました。納豆に納豆キナーゼという酵素があるんだ。説明するのではなく、健太は箸を動かしました。白い糸が何回も何回も絡み合います。こうしてね、
よく混ぜるんだ。50回以上しっかり混ぜると旨味も成分も引き出されるから。そして健太は冷蔵庫からあるものを取り出しました。それはお酢。ここにね、お酢を少しだけ小さじ1杯分入れるんだよ。納豆にお酢。私は驚きました。お酢を入れるとふわふわになって食べやすくなる。それにね、お酢の成分が血管を優しく広げてくれるかもしれない。健太はさらにすりおろした生姜を少しのせました。生姜はね、体を温めて巡りを良くする。この組み合わせが僕たち医者がこっそりやっている毎日の習慣なんだ。特別な薬ではない。スーパーで買える100円の納豆。それを丁寧に混ぜて少しの工夫を加える。健太は炊きたてのご飯ではなく少し冷ましたご飯の上にそれを乗せました。熱すぎるご飯は酵素が弱まるから少し冷ますのがコツなんだよ。目の前に置かれた一杯の茶碗。高級なサプリメントよりずっと温かい湯気が立ち上がっていました。私は箸を取りました。一口口に運ぶ。さっぱりとしていて、でも深い味わい。喉をすっと通っていく。そんな感覚がしました。おいしいな。自然と言葉がこぼれました。妻が嬉しそうに微笑んでいました。健太が帰った後も我が家の朝食は変わりました。毎朝50回納豆を混ぜる音。それが新しい我が家の音になりました。お酢を少し、生姜を少し冷ましたご飯。1週間が過ぎ、2週間が過ぎました。劇的な変化はありません。でも朝布団から出るとき、よいしょという声が小さくなった気がします。靴を履くとき、体が少し軽く感じられる、そんな変化でした。ある朝、妻が私を見て言いました。あなた、最近顔色が良くなったわね。その言葉を聞いたとき、胸の奥から熱いものがこみ上げてきました。高級なサプリメントを買っていたとき、私は孤独でした。病気になる恐怖と一人で戦っていました。でも今は違う。息子の優しさ、妻の毎日の準備、この100円の納豆には家族の思いが詰まっている。ありがとう。妻に向けて久しぶりにちゃんと言えました。妻の目が少し潤んでいるのを私は見逃しませんでした。引き出しの奥にあった高級なサプリメント、今はもうありません。代わりに冷蔵庫の中にいつも並んでいる小さなパック。私たちは何か特別なものを求めがちです。遠くにある幸せや高価なものに目を奪われます。でも本当に大切なものはすぐ近くにあるのかもしれません。毎日の食卓、大切な人の声、そして100円の納豆に込める小さな工夫。あなたのテーブルの上には今何が並んでいますか？明日もまた静かな朝がやってきます。箸を混ぜる音とともに穏やかな一日が始まります。